こんにちは、毛利です。旅は自己投資ということで、今回は八重山諸島周遊制覇の旅の一つである黒島の旅をお届けいたします。牛が見どころだと聞いて初めて行った黒島は、牛以外の見どころもたくさんあるのにほとんどの人が行かない、まさに大人の穴場旅行先でした。ここを行かずに八重山諸島周遊の旅を終わらせるのはもったいない。これは必見です。ぜひ最後まで大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。黒島は沖縄県八重山諸島にある牛の牧畜が盛んで牛の島として知られます。のどかな牧場の風景が島中に広がる放牧の島。人口約200人に対して牛の数は3000頭を超えます。黒島で1年ほど育てられた子牛の多くは全国のブランド牛産地で育てられ、石垣牛をはじめとするブランド牛として出荷されます。人口よりも放牧されている牛の数の方が多い島、それが黒島です。そんな牛だらけの島ですが、南国の島のため美しい海に囲まれており、牧畜と水産が近くで共存する珍しい島。年に一度牛祭りがあるほどの牛三昧。黒島は島の形がハート型なのでハートアイランドという愛称で親しまれています。黒島へのアクセスには石垣島から1日数本フェリーが出ています。島内の移動は徒歩か自転車で移動できます。島は比較的小さく、徒歩だと2時間半程度で一周することができます。それでは時間の流れが変わる黒島の旅を一緒に楽しみましょう。今回の黒島の旅は八重山諸島周遊の旅の一つとしてお届けいたします。拠点となった石垣島の飲み歩きはですね、別動画で公開しておりますので、ぜひそちらの方見てください。大ヒット中でございます。石垣から向かった西表島の動画は別動画で公開したいと思います。いや、こちらも本当に自然にあふれて素晴らしい島でした。西表島だけではなく由布島や船浮まで行っております。必見ですよ。なんとこのちっちゃい方で行くんかよ。絶対揺れるやん。西表島からフェリーで向かった波照間島の様子は別動画で公開したいと思います。こちらも本当に素晴らしい海と大自然、そして人の温かさ、時間の流れが止まったかのような貴重な体験をすることができました。こちらも必見ですよ。大ヒット中でございます。今日もやってまいりました。離島ターミナル、今日は竹富島と黒島に行きます。天気もまずまずですね。台風は近づいてるんですけども、なんとか持ってほしいですね。はい、今日もこれを使っていきます。八重山諸島の中でも一番人気の竹富島に石垣島から行ってまいりました。こちら本当に観光客も多くて、説明するまでもないですけども素晴らしい場所でした。こちらも別動画で公開しますので必見です。くしゃになってしまった。これですね、インドガワン。はい、っていうか俺だけ？僕だけかな。中にいるわ。あとは水浸しになる可能性ありますけど、ここに座ります。また濡れてもいい場所に陣取ります。僕だけです。そんな竹富から黒島に行く人ってめっちゃ珍しいんですね。直接石垣から黒島に行く人はいるっぽいけど、やっぱ八重山観光ヘリのがめちゃくちゃでかいですね。じゃあこのレアなケース皆さんも使ってください。濡れてもいい格好に変身しました。これで濡れてもいいわ。ありがとう竹富島、ありがとう。最高だったね。俺しか乗ってないけど。うわ、冷てー。結局まだ濡れるやんけ。うわー、これはめちゃくちゃ美しいですね。なんちゅう色や。
ちょっとレアなルートになりますが、竹富島から黒島までは約20分で到着いたします。これはアイランドホッピングツアーだけの航路ですね。着きましたね。航海中めちゃくちゃ美しい海が見えましたね。竹富島は人気あったのに、この黒島はあんまりいないですね、人が。こういうところを開拓するのが好きですね。人気の差ほど魅力の差もあるんでしょうか。楽しみです。早速自転車借りましょうかね。レントサイクルやってる、ちゃんと営業してますね。どっちがいいや、どっち選んだらいいか分からへんぞ。電動自転車が今日の石垣に帰る便まで借りたいんですけど、でいくらですか？はい。ああ、1800円。時間から割引になっちゃうので、ああ、 3時間までは。はいはいはい。じゃあ電動で行きます。はいはい。じゃあ他の島も回られる。そうですね。まだ西表と波照間と竹富で黒島で、明日小浜行って、その次与那国に行く予定なんですけど、ちょっと台風がねどうなのかなみたいな。レンタサイクル業者のね方と喋ってるだけでも島の空気感があっていいですね。あ、いいっすね。顔があれやな、入るかな。あ、それか普通のママチャリ。ありがとうございます。いやー、この黒島もなんかもう来た瞬間からいい感じの匂いがしてますね。なんか牛が逃げてたりとかするらしいですね。いやー、ほんの数分ね喋ったりとか、ちょっと自転車を走らせているだけでもここが素晴らしい場所だというのが分かります。早速牛がいます。いいな、電動キックボードの人もいるな。そしてハートランド、はい、ここでランチします。もう1時50分なんでね。おっと、いきなり黒島にゃんこがいるじゃないですか。かわいいの。美味しそうなアーサーそばが来ました。この青々とした感じがすごい。それではいただきます。いや、これ見た目からすごくないですか。こんな青々としたそば、僕は初めて食べますね。どんな味なんでしょうか。うん、美味しい。アーサー、つまりね青さが効いてて美味しいですね。見た目から絶対うまそうなラフテーですね。うまい。さすが沖縄ですね。そしたら次は島唐辛子も入れてみましょう。ちょっと入れるつもりが、結構入れちゃったな。いやいや、それでもねちょっと味の刺激になってちょうど良かったです。なんとこれ入れるの忘れてた。黒島特産や。そっち入れろよ。いや今頃入れても遅いやろ。香りが豊かな感じでしたね。ほんまにわかるんかい。これも食べ終わってから気がついた。最悪。マジで何やってんねん。こんな席でも食べれるんや。今からね自転車に回りますけど、絶対喉乾くんで飲み物買っとこう。2つぐらい買いたいぐらいやけどな。クレジットカード使えたらみんな。改めてチェックカード使いたいと思います。いやー、黒島はね観光地化されてないのが売りということで、まさにその通りですね。僕の好きな感じです。西の浜から回りたいと思うので、もうすでに手が間違えた。これはとんでもない旅になりそうな予感がしますね。それではね気を取り直していきたいと思います。またナビがおかしいパターンや。こっちじゃなかった。何回やるの。
いやマジでそのパターンもうええって。ここか。ここを曲がるんや。合ってんのかな。不安になる道っすけど。おい、さらになんか過酷そうな道になってるけど、マジで合ってんのこれ。ちょっと待って、あれ一応調べたけど合ってるな。この辺が西の浜に行くみたい。どこまでが自転車で行けて、どこまでが歩きがいいのかもわからん。さっき電動キックボードで行ってた方いらっしゃいましたけど、このとこ電動キックボード行けないんじゃないか。これか、木漏れ日ロード。ここ木漏れ日ロードっていうんや。確かにめっちゃ木漏れ日。こちらが木漏れ日ロードになりますね。確かにめっちゃ木漏れ日やわ。この木漏れ日の先にビーチがあるんですかね。木漏れ日ロードを通っていきます。涼しい、ここだけ。あ、重い。やばいやばいやばい。重い重い重い。全然効かへん。あかんあかん。電動をもってしても重い。おお、ああ来た。ああ、遊泳禁止。うわあ、危ねえ。置いとくか。もはや正しい観光をしているのかも分かりませんが、楽しみです。さあ、遊泳できる場所ではないですけど、ビーチがあります。さあ、どんな感じですかね。誰かが来た後はちゃんとあります。お、これが西の浜。手つかずやな。手つかずだけど美しい。ここでは泳げないね。あ、気持ちいいな。風強いな。これとドローンもどうやって。美しいですね。最高で、この西の浜はね、約 2km にわたり白い砂浜が続くロングビーチなんですね。ただビーチとは言ってもね、トイレやシャワーといった設備はないので、海を見て楽しむ人に人気なんですね。このエメラルドグリーンの海を見つめていると、まるで南国のどっかの島で自分だけのね、プライベートビーチにいるかのような気分になりますね。あとここはですね、4月から10月頃の間はウミガメが産卵に来ることで知られているということで、ウミガメの産卵を見るには時間やタイミングがありますが、貴重なウミガメの産卵も見れるかもしれません。いないんかウミガメ。産卵こんな真っ昼間にしないか。いやー、ウミガメもねいませんでしたが、誰一人いなかったので、こんな美しい空間を独り占めできるのが魅力ですね。さあ帰りましょうか。帰りましょうね。次のスポットに行きましょう。普通に都会の感覚で言うと、ここ通っていい道なみたいな感じですけど、ね、自転車借りたとこの人もここのルートがいいみたいな感じで言ってたんで、まさかこんなジャングル道通るみたいな情報なかったぞ。本当にここ合ってる？キノコ岩があるはずなんですけど、これもう道じゃないやん。怪我するわ。おお、危な。マジか。おお、いてててすげえ、道じゃないやんこれ。おお、すごい。いててて。よし、
なんとか通れるって感じですね。すごい誰もカットしてない。おお、うわこれトゲトゲのやつや。うわ危ねえ。もうバラみたいなのが咲いてるわけじゃないんでね、なんかこう一応通れますけど、すごいな。もっと観光客が増えればこんなこともないと思うんですけどね、ここ行ってる人があまりにも少ないんでしょうか。うわーこれトゲトゲやん。俺半袖やで。痛い痛い痛いちょっとこれ中袖着た方がいいかもな。一応持ってきてるんですよ。いってこれ絶対痛いやんこれ。これほんま合ってんのかな。このまま帰れなくなっても連絡先とかわからんぞ。いてててててて。おおおおおお牛がおる。うわ牛が逃げ出しとるとか出てる。お俺が逃げ出してるみたいな。いてて待ってるんかな。牛おる。牛がいます。もっといるんでしょうね。牛と何あれ、アヒルなんか一緒に戯れてる。おおすごいすごいすごい。めっちゃ穴掘ってるやん。おお穴掘ってる。トイレでもするんかな。おおめっちゃ見られてる。怖いな角とか。向こうもね、なんであんな鳥と一緒にいるんやろう。ここだけ見るとめっちゃのどかなんですけど、目の前の道は全然のどかじゃないんですよね。まだ次の行き先まで半分も進んでないとこんな痛いのずっと進むので、半袖半ズボンで来るとこじゃないな。ちょっとマシな感じになりました。おお牛が飼われている。おお牛くせ。すみません。おお怒ってる怒ってる。めっちゃ怒ってる。何もしないよ。殺されるんかと思った。ありがとうございました。ありがとうございました。おお。よっしゃ。いやもうさっきの道と比べたらもう全然楽勝やな。よっしゃよっしゃよっしゃ。スピードアップや。思ったらまたかー。でもあそこに牛飼われてるってことはここまで来てる人がいるっていうことですよね。車で来てるんか。しばらく来てないからこんなことになってる。前をね何かが走ってるんですよ。どこ行った。あれ消えた。消えた。さっきまでずっとなんか走ってたんですよ。何かが走りやすくなってきた。よかった。もうどうなることかと思った。危うく黒島で行方不明になり、この動画も出ないことになるかもしれなかったですけど、よかった。なんかスポットっぽいとこやってきたぞ。なんか景勝地っぽい。さあ行ってみましょう。漂着ゴミってこんなになんで捨てるんでしょうね。海とかに意味がわかんないです。ここはキノコ岩とか根性岩とか言われるところですかね。
いろいろなんか名付けられそう、この岩は。見応えありますね。ここはなんか風が穏やかに感じるな。素晴らしいですね。全然人の声とか全くしないですよ。誰も来ない。あんなに石垣島とかバブルみたいにね人がいたのに、全然こんな人いないとは。なんで来ないの？人が行ったことあるとこしか行きたくないですかね。え、大丈夫です。もう僕はここ来ました。安心して来てください。人気になってしまったらこんな穴場感味わえませんよ。いや、ほんとそうですよ。来るのも難しくないですし、険しい道はあったけど。ここ観光スポットやった。研究所やってまいりました。黒島研究所ですね。亀とサメに餌やりできます。あ、入館料500円取られるんや。あ、涼しい。亀こんな大きくなるんや。赤ウミガメこれね。で、青ウミガメ、タイマイ、黒ウミガメ、ヒメウミガメ、いろいろあるんやな。ウミガメを取ったりする方法があるんやね。クジャクっすかね。宇宙からの漂着物。カメが飼われている。こっちは結構でかくなってる。ウツボでかっ。ゴマモンガラでかいな。ウニやウニ、シャコガイとか。あ、カクレクマノミまでおる。おお、すごい。ウミガメがいっぱい。おお、なんか餌あげるんか思ってめっちゃ来てるやん。俺は餌持ってないぞ。すげえ賢いな。いや、賢くないんか。こっちはサメ。黒島にいるサメ。おお、でっかっ。おお、すごいな。黒島まで来て何を見てるんやって感覚になりますけど、すごいな。手作りの水族館みたいな感じで、大きなね水族館やったらここに手入れて事故とかも起こるんで、こんな見せ方しないんでしょうけど、黒島なんでありです。はい、それでは次の場所行きたいと思います。あ、のどかだな。ここの道良くなった。まあ普通に考えたらここの道良くないですけどね。さっきのに比べると全然。はい、こっちで行ったら綺麗な道から行けてたんですね。こっちからね。
ここは当時の役所跡なんですね。八重山群島が薩摩藩の支配下に置かれてた時代に、八重山群島の総元締めである蔵元の末端機関として当時の黒島を統治するために置かれた役所だということですね。いやー、めっちゃめちゃ良くなったやん。さっきまでの何やったんやろ。間違いやった。こっちが中本海岸で書いてますね。まっすぐかな。どっちや。こっちなのか。ここは多分黒島で一番有名というか一番の見どころのビーチ。おー、素晴らしい。夫婦ガジュマルっていうのもあるじゃないですか。確かに夫婦みたいだ。いいね、プライベート感があっていい。すいません、ここ中本海岸じゃありませんでした。なんか一番の見どころなはずなのに普通だなと思ってたんですよ。ここはこの夫婦ガジュマルが売りの場所でした。夫婦ガジュマルと夫婦ヤラブがあります。力強い結束を感じますね。わあ、なんちゅう綺麗な道や。最高。最初からこうやってほしかった。もう絶望を感じてましたよ。もうずっとこれみたいな。普通こうですよね。ヤギが普通。ここか？何にも看板ない。いや、ここも遊泳禁止って書いてるけど。あ、でもここ人が多いからそれ太いから。お、自販機もある。ようやくビーチを発見しました。泳いでる人いるんでしょうか。なんか遊泳禁止ってここ書いてるんですけど、普通になんか気をつけて遊泳してくださいみたいなことも書いてるし、どっちがほんまなんやろ。水着着てる人いますしね。ここだけを見るとなんか複数人で泳ぎましょうって書いてるのに、この海峡では遊泳禁止ってどっちなん？とりあえず行ってみましょう。ああ、でも泳いでる人もいそうな感じですね。結構潮が引いてて、なんかこの岩の感じが特徴的ですね。ここね、よく調べてみるとなんか結構ね有名なシュノーケリングスポットでもあるみたいなんですよ。結構サンゴが美しく見えたりとかね、ちょっと想像できないですけどね。でもなんか遊泳禁止って書いてるし、どっちやねんみたいなね。なんかそう書かれるとちょっとやりづらいですね。また今度ね来た時遊泳できるようになってたらやってみたいですね。この中本海岸はですね、調べてみると基本的に遊泳禁止なんですけども、干潮時でリーフの内側にできる波の穏やかなね、イノーと呼ばれる水深の比較的浅いエリアでは泳ぐことができるということですね。ただ2人組だったりとか、本当に注意しながら泳ぐことが大事になってくるということですね。離岸流なんかも発生するんで要注意です。またね、海蛇とかね、ゴマモンガラとか危険な生物もいますので、そちらにも注意してください。特にね、ゴマモンガラは近くにいると噛みついてきて危険なので注意してください。僕も波照間島でね、ゴマモンガラが近くにいるのに気がつかず撮影してたことがありますんでね、注意してください。それでは次は集落の方に行きましょう。この辺集落か。にゃんこにゃんこ。レッピングを10回以上できるように。あ、これ。石が崩れてる。次に行こうと思ってる集落はですね、
東に筋と書いて上がり筋集落というんですね。サンゴのね石垣が積まれていたりと、かなりね風情がありそうなんで楽しみです。集落からねちょっと離れたとこでこんなに牛が飼われていて、もうこれぞ黒島の景色って感じですね。癒されます。それではね学校が見えてきたので学校をチェックしたいと思います。学校が見えてきた。中学、小中学校やな。小中学校ですね。黒島小中学校ですね。いやーすごいな、日本の教育は。こんなね島でもしっかりとした校舎が建って、芝生のね、なんかいいっすね。芝生のトラックも、ここもすごい絵になる道ですね。この向こう側はもう牧場です。おお、これが展望台。なんか手作り感ある。さあそれではこの変わった展望台を見てみましょおしゃれ。この展望台ちょっと登ってみます。なんかいい感じですね。手作りみたい。なんか粘土で作ったみたいなね。意外と低く見えたね。結構声が響く。おお、ここでいろいろ見れますね。さっきまでいた竹富島、そして黒島で、その上の方に明日行く予定の小浜島、波照間島も行きましたね。鳩間島、西表島、与那国は入ってないですね。この中に香山島とかもあるんですね。新庄島、荒城島、まだまだ知らないところはいっぱいですね。そしてここから眺める景色が、どこにも牛がいる。あそこにもいる、そこにもいる。わかります？そこにもいる牛。そして学校がありまして、でこちら側ですね。こちら側にも牛がいる。そしてこちらもそこにいます。もうそこら中牛がおります。素晴らしい。そしてこの牛がですね、もう日本全国のなんちゃら牛みたいなねものになっていくんですね。いろいろ複雑な気持ちはありますけども、ここの島はそういうことで生計を立てている島ということで、これも一つ考えさせられますね。一つ一つの島に自分たちがご飯食べていくために必要な産業があって、素晴らしい。みんな生きてる。それではちょっと集落の方行って休憩してから最後に桟橋見て帰ろうかなと思います。う。さあそれでは集落の方にやってまいりました。はい、こちら集落までやってきました。これは郵便局ですね。郵便局。一つの集落になってますね。診療所がある、ね、黒島診療所、結構気になる人もいるでしょうからね。ここに掲示板みたいなのもありますし、ようこそ黒島へということで、今の現在地ですね、あります。最後にこの桟橋見て、ね、さっきこっから来たんですよ。この道から来ためちゃくちゃやばい道だったんですけど、ここの桟橋見てこう帰ったらやばそうなんで、こう帰った方が良さそうだな。金王流ゆかりの地ってなってますね。お、にゃんこ。しかも2匹カップルやん。おいおいおい、夫婦のガジュマルとかがあったりするから、猫も夫婦かい。イチャつきすぎやろ。見てるで俺。仲よろしいの。へへへ。仲よろしいの。行ってきますわ。なんか営業中ってなってね。多摩商店、大商店ですね。商店もあるんですね。日用雑貨。
いや下のなんか買いたいけどな。一旦桟橋まで行くか。あとやばそうな道どっちやどっちや。どっちだってんのかな。あ、ここにもカフェあるな。ちょっと桟橋行ってからカフェ寄ろう。牛もいますね。この先が生桟橋ですね。またなんかちょっと雰囲気暗い感じになってきましたけど。椅子まで牛になってる。ここが生桟橋になりますね。おお、綺麗。光が流れるようにこっちに来てる。おお、美しいですね。この桟橋だけでもね、見応えがありますね。竹富島にもね、桟橋はありましたけども、こちらの桟橋の方がね、めちゃくちゃ長いですし、人もいないということで素晴らしいスポットですね。このね、生桟橋は全長354メートルあるみたいですね。平成17年2005年には国の有形文化財に登録されていると。かつては船着き場として使われていたんですけども、今は使われてないと。ただ夕涼みや釣りにやってくるのどかな風景が見られるということですね。で、自転車でね、先端まで行くこともできたそうです。ちょっと今日は風が強いんでね、行ってたらやばかったと思います。だいぶ歩いてきた。あ、まだ3分ぐらいですか。長い。ああ、素晴らしい絶景だ。よー、ここまで歩いてきましたよ。遠、めっちゃ遠。ここまで歩いてきたけどめっちゃ遠かった。でもなんか達成感ある。あと50分ぐらいで戻らないと。戻ります。あれだけ気になるな。バテバテなんでね、サクッとかき氷食べに行きたいと思います。また時間ギリギリですけど、かき氷食べたいんで行きます。このカフェ行きたいと思います。最後にこうやっためっちゃオーケストラになってます。沖縄ぜんざいにすることにしました。シェイクもね、なんか良さそうやったんですけど、もう閉店間際やったんや。4時27分です。めっちゃおしゃれじゃないですか。いきます。これはうまそう。めちゃくちゃ走ってきたからね、ありがたい。うまっ。うまっ。癒されるな。黒島やけど完全にホワイトですね。天使や。汗が目に。しまった。そこの方に洗剤があった。多分ね、桟橋5キロぐらいあったんでね、それぐらい歩いたらもうかき氷食べないとやってられないですね。はい、それではね、商店の方に向かいたいと思います。こちら側にね、こんな島ではね、商店も見どころになりますね。はい、それでは最後にこの多摩商店ね、見てみたいと思います。ちょっと撮らせてもらえるかわかんないですけど、なんか買いたいと思います。いや、シーカーさんのね、飲み物買いました。いいですね。ここで飲んでもここでゴミも捨てていいっていうことでありがたいですね。
なんやろな、こうやってベンチに座って立った飲み物飲むだけで幸せです。今島の子たちがバッと来て、なんかいい感じですね。それでは港の方に戻りましょうかね。いやー、今日ね結構弾丸で竹富島とね黒島行きましたけども、まあまあ忙しかったですけど、なんかね2つを見比べられますし、なんか十分ねちゃんと観光できましたよ。すごいなんか充実感がある。もうやりきった感があります。それは撮影してたから、いやおすすめですよ。またねちょっとこの黒島一泊してみたいなと思いますし、竹富もなんか一泊してみたいという気持ちはありますけど、ね、竹富はもう古さは残してるんですけど、でもちゃんと作ってるんですよ。でもこの黒島はね、手つかず、観光地としては手つかずな感じが僕はめっちゃ好きですね。穴場感あります。ぜひ皆さんも行ってみましょう。まさに旅は自己投資だ。じゃあいいですね。ポイントがあって、いやー、この牛がね身近にある風景も最高ですね。これは本当に癒しでしかない。もう最高の景色、まさに黒島と言えるでしょう。おお、こっちも牛だらけや。また仲のいい猫がいるんですね。ちっちゃい子猫が2匹かわいいの。5時25分。何分です。何や。急げ。いやー、なんやかんやでまた間に合いました。ありがとうございます。見ましたね。このまま行き続けて、いや、そうなんです。全部この道やったらこれでやばいな。頑張って行ったのに、そう違うかったらどう。どうしよう。そうそうそう。不安になる。牛の横にずっとなんか鳥がいるじゃないですか。はいはい。あれ何なんですか。白鷺。あ、白鷺なんですね。あれは共存してますね。なんで共存してるんですか。多分牛が草食べた時に出てくるバッタとか、ああ、そういうことか。草を食べてる。なるほどな。うまいことついていってますもんね。そうです。来ました。少しだけですがお土産も売ってますね。いやー、ちょっとのね間だけでしたけども、いや本当に充実した癒しの旅になりました。いや、ここ行かないってどういうことなのって感じですよ。皆さんぜひね、竹富島行くんだったらこの黒島も行ってください。最高です。船がやってまいりました。この船で帰りたいと思います。フェリーってね、やっぱ揺れるのが怖くてね、ちょっとネガティブに考えることもありますけども、やっぱ旅感はね、飛行機よりも味わえるというか、飛行機とはまた違う魅力がありますよね。黒島から石垣島までは約30分で到着です。車に着きましたね。いやいやいや、早かった。さあ、石垣島のとこで来ました。いや、あっという間ですね。で、石垣島やっぱなんか都会っすね。で、今日はね、ゲストハウス最後の日になるんですよ、宿泊するの。明日からは、ベッセルホテルの方に、あそこに見えてるベッセルホテルですね、の方に泊まるんですけども、今日月ハウス最後なんで、宿に泊まってる人たちにちょっと居酒屋誘われまして、はい、それ楽しみたいと思います。
今日はどんな旅になるでしょうかね。具志堅さん、行ってまいります。石垣島から小浜島も行ってまいりました。こちらはちょっとね台風が来てて風が強かったんですが、原付を使って素晴らしい旅をすることができました。これもまた行きたい場所ですね。必見です。八重山諸島の旅はまだまだ続きます。黒島の旅最高でしたね。いかがでしたでしょうか。これだけの魅力がある島なのにほとんどの人が行かないのはもったいなくないですか。僕はまた八重山諸島を周遊するなら絶対にまた行きたい素晴らしい大人の穴場旅行先でした。ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったらぜひ皆さんのいいねコメントをお願いいたします。メンバーシップでは表では絶対に言えない裏話や近況報告などをさせていただいております。ぜひご参加お待ちしております。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか。これ今僕着てるんですけど見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし名刺パスポートイヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。